特徴あるこちらの正面の柱、これはを使って再現しました。これだけの未使用部材発生してるんですけど、皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマに表現するアトリエモレジです。今回は東京都内の駅をテーマに駅舎のフルスクラッチの模様をお届けします。制作時間が400時間以上の制作工程、もっとかかったかもしれないんですけど、皆様がご覧になりやすいようにコンパクトな動画にまとめました。制作の裏話も収録しましたので、最後までお楽しみいただけましたらとっても嬉しいです。今回は東急多摩川線の宇野木駅の昭和時代の駅舎を再現しようと思います。なので東急目蒲線の宇野木駅っていうのが正しい表現かもしれません。この画像は現在の宇野木駅なんですけど、手前にある多摩川方面の駅舎と踏切の向こう側の蒲田方面の駅舎の2つの駅舎が見えます。昭和時代って左の多摩川方面の駅舎はまだなくって、ちょうどこの赤くマークしたところに構内踏切があったそうなんです。で、右手の駅舎はこんな感じで見えますでしょうか。この赤くマークしたところに開口部の痕跡が残ってます。これ昔あった構内踏切の跡なんです。こちらの蒲田方面の駅舎は昔からあって、現在はリニューアルされてはいるものの、今でも当時の面影が残されているように見えます。今度は駅舎の裏側を見てみます。こちらはかなり当時のままみたいです。これらを踏まえてかなりアレンジはしますけど、駅舎をフルスクラッチしていきます。皆様正直にお話しします。実はですね、最初は僕宇野木駅意外と簡単かもなと思ってたんですよ。でもご覧ください。この R を描いたところの再現がめっちゃ難しくって、最初はですね、カッティングマシンで毛書きして切り出した部材を何枚も重ねて接着して針材にしてあげて、そこにプライターを巻きつけて接着してあげれば簡単にできるんじゃないかななんて思って、こういう感じでプライター癖つけながら曲げてあげて、でさっきの針材に接着しちゃえば簡単にできるじゃないですかなんて思ってたんです。ところが意外とですね、出来上がったやつ丸みが足りなくって、でも我が家のカッティングマシンくんの頑張り、これ最高なんですよ。一番頑張ってこの R なんで、これではちょっとなということで仕方ないんで手で作ろうということで、今度は円柱をカットしまして、そこにプライターを巻きつけてみたんですけど、これがなかなかうまくいかなくって、場数の問題かしらと思ってですね、何回もやってみたんですけど、どうもそうじゃないらしいんですよ。ということで一回仕切り直しでもうちょっとやり方変えようってことで、今度は円柱そのものにプライターを巻きつけてみたんです。で、結果こちらなんですけど、一番左が最初に作った丸みが足りないなっていうやつで、右の4つ円柱に巻きつけたやつ、意外といい感じじゃないですか、見た感じということで、これで進めるんですけど、4つも作っとけばとりあえずいいのできそうじゃないですかってことで進めてみます。乾燥したら今度は円柱の裏側をカットしてあげて、でさらに角棒を接着して針材にしました。で、今度裏側にも蓋にするプライターをぐるーっと一周接着して、一番上と一番下にサンドするような感じでプライターを貼って部材を完成させています。で、最後にプライターの隙間を瞬間接着剤で埋めて下地塗装をしてヤスリがけをします。で、この埋める、塗装する、ヤスる、これをワンセットとしてですね、何セットも実施しました。想像以上に手間暇時間がかかっちゃいました。続いて駅舎の壁面をプライターで制作します。やっぱりいい作品にしたいんで、中央弘前駅みたいに本番の前にパイロット版を作ることにしました。窓の部分と構内踏切の部分をくり抜いて同じ部材を2枚作ります。そしてこの2枚の部材なんですけど、壁の表側と裏側になるんです。片側に窓さんを再現して、窓周りの隙間をこんな感じでプライターで積層させて埋めてあげて、2枚を接着することで壁材を完成させました。他の壁材も作ります。パイロット版なんで形になることを優先させて進めてるんですけど、組み上げてみたらやっぱちょっと想像よりもですね、大きい感じがしまして、でも雰囲気はいい感じにまとまったななんて思います。だからこれで部材構成は間違いないかなと思うんですけど、オーバースケールすぎなんで、パイロット版の工作はここで一旦終了っていうか、もうやめて本番の駅舎を作ります。同じ工程で制作したんで、この先は省略します。駅舎正面のパーツを手元に持ってきて、それに合わせるように屋根掛けを作ります。技術的にちょっとまだあれだったんで、屋根の形はアレンジして作ってみました。プライターを細く切り出して3を作って接着します。
たった今アレンジしたって言ったんですけど、せっかくだったら挑戦してみたいなって思いまして、実際の形でいくつか作ってみました。なんか良さそうだったんでやっぱこっちにします。一番いい屋根を本番用に使って仮組みします。ちなみに特徴あるこちらの正面の柱、これは塗り箸を使って再現しました。駅名看板のサイズを決めるためにプライターをこんな感じで切り出して調整するんですけど、だんだん雰囲気出てきてめっちゃニヤニヤしちゃいました。そして塗装します。この段階で屋根の見栄え気に入らなくなっちゃって、もう一回作り直してるとこなんですけど、これ何回かやり直した記憶があります。そんなわけで気を取り直して壁面を塗装します。数年前まで僕が建物をスクラッチするなんて全く想像つかなかったんですけど、他にもいろいろ理由はあるんですが、マスキングが下手で塗装を終えた後にマスキングテープ剥がしたら塗料がベロベロベロなんて垂れちゃって、いやーもうこんなのしょっちゅうだったんですよ。だから今でもマスキングテープを剥がすこの瞬間ってめっちゃドキドキします。塗装を終えたら切符売り場のカウンターを接着します。このカウンターは 1mm のプラ板を L 字型に切り出して作りました。今回の表記類も全てデザイン担当吉天さんにお願いしています。いつもありがとうございます。券売機や案内看板、そして昭和時代のポスターなどを作ってもらったんですけど、 SNS で狭山茶さんっていう方が印刷できるプラ板をご紹介されていて、今回それを使ってみました。狭山茶さんありがとうございます。窓口や券売機の上の運賃表は宇野行駅では昭和時代ですね、壁からなんか紐なんだかわかんないんですけど斜めにかけられてたみたいなんですね。なのでそれを再現するために裏側に丸棒を接着して壁に設置してます。これですね、仕上がり見て一人でニヤニヤしてたんです。最後に建物を組み立てて増築部分をアレンジすれば完成になります。それでは完成のご紹介です。本当はビフォーアフターみたいな音楽流したいんですけど、ちょっと難しいんで皆様脳内 BGM でお願いします。個人的には駅舎の正面をはじめ全体としていい感じにまとまってくれたんじゃないかななんて思っております。このイメージが撮影できるように駅舎の制作を進めたんで、こうやって撮影ができてよかったです。今度は駅舎の正面をお楽しみください。改札口は資料を見ながら配置をアレンジして再現してて、昼下がりをイメージしたんです。様々な人間ドラマを考えながら人形を配置しています。結構アレンジしたんですけど、それなりに雰囲気は再現できてんじゃないかなと思ってまして、雨どいなんですが特にですね、ここ今までで一番いい感じで仕上がったって思ってて、実は問いの部分の再現はいつも半円の丸棒とか角棒を使うんですけど、今回は U 字工を使ったり L 型工にプラ板を貼り付けたりして作ってるんです。だからちゃんとこうして溝があるんです。裏側の増築部分はアレンジして再現しました。以上が完成した宇野木駅のご案内でした。パイロット版含めてこれだけの未使用部材発生してるんですけど、これなんかに使えないかななんて思ってて、どうなんだろうと思いながらもちょっと取っとこうかなって思っています。実はですね、パイロット版もう1個作ってます。記念すべき2宇野木なんです。中央弘前駅の時にパイロット版と本番並べて撮影してなかったように思ってまして、今回はきっちり記念撮影しました。アントニオ宇野木、ごめんなさい、行ってみたかったんです。気を取り直しまして来週のご案内です。ジオラマで畑作りをするなんてストーリー仕立ての制作動画を公開予定です。よろしければ来週もご相談ください。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。